めちゃめちゃ本棚だったよね。このくらいにできる昇降テーブルなんですよ。なるほどね。爆発しちゃって。爆発したの一応これも定位置なんじゃないの？あ、これ定置だから私はそんなに違和感感じない。そうだよね。お家の考え方については、全く別で全然歩み寄れないんです。はーい。こんにちは。こんにちは。どうもはじめまして。古方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は片付けに悩んでるということで、お伺いしたんですけど、そうですね、なんかこういっぱいぶら下がってますね。あ、男の子がいらっしゃる？はい。はい。どういう家族構成ですか？小2、はい中1、はい1個違いの夫婦の4人です。一個違いの夫婦4人ね。細かい情報ありがとうございます。なるほどね。じゃあ小2と中2でちょっと離れてるみたいなね、感じで男の子ばっかりのお家なんですね。そうですね。はい。じゃあ親の中話していただこうかしら。失礼します。あら、なんかこの家のご家族が。どうもはじめまして。古方です。すいませんね。お休みの日ですよね。じゃあよかったらぜひ何かあったらちょっとコメントいただければお願いします。はい。じゃあ、リビングからお願いします。はい、見せていただきますか。こんな感じです。お、あら、なんかダイニングテーブルの上はまあまあ片付いてるじゃないですか。なんか家族団らんみたいな感じで。今日召し上がっていただこうと。あ、私のためなのね。なるほどね。でもそうですね。やっぱりどうしてもね、こういうキッチン周りはごちゃごちゃしちゃうのがね。なんかやっぱりこのダイニングテーブルとこの棚の上の対比がやっぱすごいですね。まあありがち、忙しいお家にはありがちなんですけど。普段はここも、はい。はいご飯食べるスペースしかないみたいな。あ、じゃあここも結構今日は古方純子が来るから、とりあえずダイニングテーブルの上はさら地にしておこうみたいな。なるほどね。まあでもなんかそうなっただけでもなんか嬉しい感じしません？やっぱり。そうですね。他人ね。ただ困ったのはこの状態ですよね。はいこれどうにかしなきゃいけない。ここはあれですよね。すごいワンアクションでそれと便利っていうよりはどうにかしなきゃそうですいけないみ使ってないものだけど帰ってきた時に置いちゃう。たいな。そうですよね。ダイニングテーブルじゃなくてこれは何？これは捨てなきゃいけないものなんですけど、捨てなきゃいけないものが部屋の中央にある。このくらいにできる昇降テーブルなんですよ。なるほどね。はい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 。テレビ見る時に使ってたんですけど、はいはいはいここのはヒーターがい。うんここに当たってうん。爆発しちゃって一番高い位置にしか来なくなっちゃ爆発したの？ってでも今コロナで粗大ごみの人が来れなくて待ち時間が長くてでそのままです爆発って何？その場でした感じなの？夜いた時に寝てたらブシ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 と音がして、オイルがこの辺にバーッと。本当に？いや、私昇降テーブル爆発した家初めてかもしれない。まあしょうがないね、分かった。でもあれね、すごいね、ここからの景色が。ここは何？隣和室？そうですね。うん。ここはもともと大人2階で寝てたんですけど、は子供部屋にした関係で下に降りてきてい。ちょっと待って、ここって何？夫婦の寝室なの？兼遊ぶ部屋みたいな。すごいいろいろ忙しい日だね。もう寝ることもするし遊ぶこともするし、ここだって子供のものの荷物置き場じゃないの？下の子がその辺のおもちゃはい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 、ここね。を、は使うんですよ。はで漫画とかは子供部屋に持ってっちゃうい。と、うん。えらいことになっちゃうのでここで読みなさいっていうあ、ここで漫画は読んで、で夜になると夫婦で寝るみたいな。いや結構だってこれ寝るシーンとしてはかなりのボリュームだよね。そうですね。いやちょっとやっぱりちょっと高すぎんじゃねみたいな話だもんね、だって。なるほど。だからそういう意味で言ったらお母さん結構頑張って片付けるタイプよね。でもすごい3日ぐらいで崩壊しますね。私もあんまり片付け得意じゃないので。なるほどね。ただやっぱちょっと寝室というよりはなんかこう子
子供部屋に近い場所の中に夫婦で寝てるみたいな話だけれどもね、遊ぶおもちゃもこんだけね、もう出したら出しっぱなしみたいな感じの中で、これは何？これは、学用品です。じゃあ帰ってきたらここに置きなさいみたいな話なのね。上に置いちゃうので、うん仕方なく箱を作ったああなるほど。ただあれよね、一人中学生ですよね。は中学校に上がった時の小6の持って帰ってきたものがまだここにあんの？そうなんです。もうなんか2年前から置いてあるものとかさ、結構多いよね。結構あげます。なるほどね。でちょっと1階部分ものが雑然としちゃってる感じというかな。それは自覚ありますよね。ってことは何？上はもっとひどいってこと？上はそうですね。わかんないけど。死んでるごちゃごちゃっていうよりは使い切れてない感じです。ああなるほど。じゃあ一応2階も見せていただきましょうか。ということでじゃあ2階の方をね見させていただきたいなと思うんですけれども、わなんかいっぱい扉があるからどこから見ていけばいいかしら。じゃあこちらから。おすごい。なんかここ何？洗濯部屋です。洗濯部屋すごいね。わすごい。いっぱい干せんだ。そう何人家族いんだよって感じですけどね。おすごいすごい。ここで取り込んで干してる。取り込んでおこっから使っていく感じです。そうですよね、はいだからここがファミリークローゼットなんだ。そうですね。もういいじゃないですか。でここで取り込んで干してみんながここに着替えに来るから、一応家族の衣類もこういったところにあるってことですよね。そうです。これで洗濯した後のものでしょ。あと入れるものですね。これからもう入れる必要ないんじゃないって感じだもんね。こんだけ干す場所があるなら。ただこの部屋を作ったことによってなんか支障はないのみたいな話だよね。そうなんですよ。ここも一応収納あるじゃないですか。はいこれはなんか入ってんの？見てください。怖い怖い怖い。もう最近あらねえ収納の中の方が綺麗だわ。これママの服？そうですね。なるほどね。スーツとか。結構持ってるね。ははい。今でも結構出勤する会社なの？会社はまあ着ないんですけど、おう行事類でそういうこちょいちょいと？はいはいはい。衣装持ちさんなのね。割と。そうだはいね。はいはい。だって仕事できないのにその行事っつったってそんな年に何回もあるわけじゃないからさそうですね。まあそのためになんかちょっと増えちゃったかなみたいな感じ。じゃああんま動いてないんだここは。そうですね。でも年に2、3回ずつは。年に2、3回ね。はい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 。じゃあここは洋服部屋って感じね。はい。はい。じゃあ他見せてください。はい。次どこ行きます？広いんやねこの家。広くないですよ。上は何個あんの部屋？上が3つ。 3つ。3つです。へえ。で次の部屋はこれは何の部屋？ 2人おお子供部屋。すごいね。この家2段ベッドが2個あんの？ロフトベッド。そうですね。すごいね。こっちはここに学習机があるじゃん。これ誰の？上の子で上の子ここで勉強してないでしす。してないです。ちょっと親としてはょ。兄弟仲良くしてほしいと思って同じ部屋にしたんですけどなんか分けた方がいいのかなって。そもそもいくつ離れてる？5個離れてるよね。まあ、ちょっと離れてるからまあ兄弟仲良くするのはまあ普通にできたとしてもやっぱりやることが違うのかなって気がするよね。だからこれは同じものなんだ。はい。実際2人はここで勉強してるの？ここで上の子が勉強して下が下に来て勉強。そうだよね。ここ収納あるけどここ何入ってんの？それは旦那のスーツとか。ここは旦那さんのスーツなんだ。ここはパパのものがあってで部屋は子供たちが使ってるの。なんかどうなんだろうね。だからみんなバラバラな感じするよね。4月まではここが寝室だったんですよ。パパとママの。まあ子供部屋作るのここしかないねって。でお父さんは下に降りてあそこに寝てるんだ。で隣の部屋はまた服だよ。なんかデジャブって感じなんですけど。
私の服とおまあ着替えたりっていうね私の服あそこにいっぱい入ってたじゃないですあとか。なんかあげるものみあたいなげるもの子供たちのサイズアウトしたものなんかこの家ってなんか人よりも物のための空間の方が多いね。そうですねうんでもなんかまだなんかちょっとこう幼い頃のものが残ってます。捨てられなくてないんだ。そうですねおばあちゃんが買ってくれてそういうこと。じゃあ一回下降りますか。はい、ということでこの家のルームツアーを見ていただきました。実はこの後ご夫婦に家全体の見直しをお願いされたのですが、この日はお部屋を見させていただくだけで作業する時間はありませんでした。実際に作業当日まで時間があったので、この家のご夫婦でもできる改善方法をアドバイスしてこの日は帰りました。そして作業当日、アドバイスをもとにこの家がどう変化したのか、それでは続きをご覧ください。どうもお久しぶりです。久しぶりです私に何ヶ月2ヶ月ぶりぐらい、はい2ヶ月ぶりですお邪魔してね、はいはい、その後に、はいお部屋を変えたとはい伺っているんですが、はいまあ、ここパッと見る感じではそんなに変わってないけど、どこが変わったの？和室が和室を見てください。うわ何これ、ここさめちゃめちゃ本棚だったよね。はい図書館でした。図書館でなんなら私ここになんか窓があったっていう記憶がないんだけどすごいめっちゃ片付いてんじゃないですか。どこにあったの2階そういえば一番最初来た時パパの希望は布団が上げ下げできたらいいなっていうのはとりあえず叶えられたんだ。すごっ、あの量2階に上げるって相当だよねすごい、もうこの部屋だけ片付いたって感じね。です。でもどうなの、なんかちょっとすっきりしたの？ゴミを捨てゴミはしてたのあ、結構ゴミ出たの？ゴミっていうか壊れててあここにあった机がないじゃん。来てくれなかったのを頼んで持って行ってもらってへ使わなくなった袋とかを捨てたので寄せてもらえるスペースを作っときました。なるほど。じゃあ何、今日は問題は2階なの、それともこっちなの？でもここですね。おう、ここは綺麗になったんですけど、は子供部屋がまだちょっと稼働できてないのでい、うん、子供の衣類がここにどうしてもたまるんですよ。本当だ、はすごいわかりやすいね、こっちそうがい。もう貯めとこうと思って今日は。そうね、そうね。で、親が持ってけば綺麗にはなるんですけど、必ずここにたまる。子供たちは一回家に帰ってくるとここでも荷物をどさっと置いちゃうんだ。じゃあとりあえず今度はここが綺麗になったんだからこっち側の景色どうにかしたいよねみたいな話だよね。ただどうなの、ここさめちゃめちゃさ日常使いのものばっかりなんじゃないの？そうですね。何が多いの？なんかに置いてあるけ学校のものど、と文具と、学校のものなんだ。はい、あとパソコンうん、と、はいあと読みかけの本、飲みかけの本、勉強道具とか。子供のものがほとんど。そうです。はい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 。ね、こっちの方にも棚ばっかり作っちゃってさ。ただ私ね、この家って来た時から思ってたのが、ここになんかいっぱいあるじゃないですか。扉が。これ収納でしょ？これが2階に持っていくときに結構出しました。うん。出してでもまた新たに入っちゃう。あ、すごい。あ、これってあれか。もともとある収納じゃなくて、なんか買い足した収納なんだ。すごいでかっ。何を？この収納を？なんで？もうちょっと薄いやつとか、ここが通りづらいので。そっか。でもさ、これまあそんなに簡単に売買できないよ、このでっかい。そうですね。私からしてみたらよ、ここのものの景色がなくなるぐらいだったらここに残しててもいいと思うわよ。じゃあこれどこにしまうのって話だし、だってこれ全部使ってるものでしょ。でもね、ご主人分かってると思いますけど、ここの中にあるもの全部寄せるだけでめっちゃ片付きますからね。こうやってどんどん収納を増やしちゃうから、散らかす場所を増やしちゃうだけで、ママ的にはどうなの？物の置き場所を決めて、
溢れてるものを置きたい。溢れてるものがとりあえずこの場所からなくなったらいいよねって話じゃない？そうですね。ただ本来ならばこのダイニングテーブル周りで稼働しなきゃいけない棚っていうのがここの収納なのよ。そもそもここはどうなの？わ、すごいじゃん、ここにあるじゃないですか、こんな立派な収納が。あれなのね、きっとこの家の子供たちって扉が閉まってるものを開けるっていう習慣がないのかしら。まあ私も含めてそうでも100歩譲って扉を開けないにしても開けっぱなしにしてもとりあえず帰ってきたらここに置けるっていうスペース作っておかないと。だってここは動いてないの？まあ、一部お稽古ごとのやつがここごとのね。だって基本的にもう出しっぱなしが大好きな人じゃない？もうだったらもうここ開けててもいいからここに戻しなさいってやらないと、どうしても床置きになっちゃうみたいな話、でどうなの？これってさ、減らして片付けられるもので、ね、もうないんじゃないの？減らしても増えると思います。そうなのよ。同じ量に、で結構みんな捨てられないんです。で唯一捨てられるのって多分私なんです。本当に？こう見えて。でも前に来てもらった後にこれすごい袋いっぱいペン捨ててるんですよ。あそこも一回空っぽになって、でもどんどん増えちゃうんだ、まあ、だから私にはもう散らかしていい場所作んなきゃいけないんじゃないのっていう気がする。そうですね。要するに私には非常にこう散らかしてもいい緩衝地帯が必要なのに、それがここになっちゃってるからこのダイニング周りの景色を悪くしてるってなると、これごとこの場所にあってここが作業台になってさまざまなものが出し入れできたら、だってここから出し入れなかなかしないんでしょ子供って。しないです。だったらこれごと上上げちゃって、まあ多少は子供が帰ってきた時にバサッと置くスペースは必要だとしても、腰から上の場所はもうママが管理するようなこういったものたちが並んでる方が、ここにそもそも置ける場所があるから置いちゃうのよ私。でもそうすることによってやっぱりこう常に物が出しっぱなしになってしまってる。この辺主人系なんです。で、捨てれないんです私は。私が使いやすいようにじゃなくて、多分向こうが使いやすいようにならない、置けるところに置くしかなくなっちゃうので、と思って、話を聞いてもらった方がいいかな。で私は多分、本当に面倒くさくて置いちゃうので。パパ、まあとりあえずパパがここら辺を管理しているというふうなことなんですが、別に私からしてみたらこれが便利でとってもいいって言うんだったら否定はしないの。もう全部見えてて出しやすいよねって。ただ今回、リビングダイニングでやってほしいっていうふうになった時に、きっと和室のように物を寄せただけで景色が変わって非常に清々しくなって、ああよかったなってなるこの状況とここって全く状況が違うのね。それはどういうことかっていうと、あっちはほとんど動いてなかったの。動いてないものを上に上げる分にははっきり言って生活には支障がない。ただここに関して言えばもうこの家で一番動く場所からこそあんまり寄せるにもそんな遠いところには難しいよねいう話なんですよ。こんだけゴシャゴシャしてるものがいっぱいあるとなんかくつろげないよね、もっと広々と暮らしたいよねってなった時にはちょっと家具が多いかなっていうところで言うと、このスペースで解決できるスペースはその2つなんですよ。そっちに集約するためにじゃあそこにあるものたちどうするのっていう話の中で、お父さんの意見は私の話を今聞いた上でどう思う？でもでももう少しは整理はしたいなと思うんですね。書類なんかは確かにもう置くとこがないんで、バッって置けるんですね。でもう一つ言うと、これ私も含めてなんですけれども、なかなかやっぱ整理ができない。苦手、はい、もう家族全員整理が苦手。全員苦手、はい。でその中でこう定位置があれば、子供がぐちゃっとしても定位置には戻せるんですよ。私綺麗には戻せるっていうぐらいかな。ここはこれは私が2階の方かなって私は思ってるんですけど。ただお父さん一つ問題があるとしたら、一番買いたい子供の部屋のベッドの解体は私たちではちょっと難しい。それなんだよね。でも要するに例えば今って年の瀬じゃないですか。そんな中でとりあえず年末はもうちょっと片付いたリビングダイニングで過ごしたいっていう一つの希望があるならば、私はここを一旦ばらすのも手かなっていう気もする。
だからそれは本当に限られた時間の中でやらなければならないところで言うと、でもほら2人がどうしたいかなんで、だからそこがちゃんと方向性が定まってない気がするんだけど、そこはどこまでできるかっていうのは正直不安です。不安ね。そうね。今日は綺麗になると思うんですよ。綺麗になると思うんですけど、その後にこうキープする道を取っていかなと。そうね。キープするためには今までと同じルールじゃ戻ります。はい、どうなの？2階はなんか不便なことあるの今？2階は、私自身は不便はない。戻るか戻らないかは別として、はい、このお家の中に子供たちを置いておくっていうのがとっても親としては切ない。なのでおかしな話なんですけど、ここの2人はお家の考え方については全く別で全然歩み寄れないんです。なのでちょっとどうしようかなっていうのはあるんですけど、まず一番はその住みやすいとかもあるんですけど、子供にとって良くないなっていうのが一つ一番あって、でも帰ってきて親が汚くしてるのに子供に片付けろとは言えないし、ここに置かないルールであれば置かないので、でも置かないルールにしたとしてもやっぱ置く場所は必要じゃんみたいな。まあ2階とかそれこそ汚してもいいよっていうところに放り込んで行くとかでもいいと思うんですけど。どういうふうにしたいのこの家。なので詰まるところ主人の住みやすいようにしてくださいって思う。住みやすいようにすればそれで私はいい。いいです。ご主人はどうしたい？シンプルにあるものが定位置が分かる。一応これも定位置なんじゃない？あ、これ定位置だから私はそんなに言わない。そうだよね。だからそこで本当に着地点が見出せないわけよ。だからこれじゃ嫌なんでしょ。でそこが私も分かんない。これ定位置なんですよ。この家にとってはね、だからいつもこの状態になるっていうのは、まあ、この家のルール的にはまあ別に問題はないのかなって思うけど、だから来てるの。どうしたいのって。はい、ということで作業場所をめぐってなかなか意見が噛み合わない夫婦のやり取りに、そもそも作業自体が始まらないという前代未聞の状況に陥ってしまったわけだったんですが、一体この家がどんな結末を迎えるのか。次回の週末ビフォーアフターはこの家の窮地を救ったヒーローが登場いたします。どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった？よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。